高島ファルコンズの千秋です。安藤です。今日は東京23区で家庭ゴミ有料化検討されてるっていう話をしていきたいんやけど、これは有料化を行うことで家庭ゴミを削減でき、焼却場や処分場、清掃工場の負担を減らし、それが延命化自治体の財政負担の軽減などにつながるといったメリットが出ると。で、その一方で市民の金銭的が増えることで、ポイ捨てとか不法投棄が増えることが問題となってくるんやけど、そもそも東京23区の最終処分場があと50年でいっぱいになるっていうことから、こういう話が出てきたんよね。で、実際に東京都の中でも、東京23区と、武蔵村山市。村山市以外は、もうすでに有料化されとって、で、実際に例えば立川市とかでは、可燃ゴミの排出量が前年度より 17.5% 減っとるっていうことから、結構効果としては現れとるっていうのがあるんよね。有料化してゴミが減っとるわけか。そうそう。簡単に言うと各自治体の指定ゴミ袋で捨てないと回収されないっていうことであって、結構勘違いする人が新たな税が加わるとかではなくて、あくまでもゴミ袋が指定のものになるよっていう話なんやけど、そこで実際に東京の他の調布市とか国分市とかのゴミ袋の値段が45リットル入るゴミ袋1枚で、調布市やったら84円、三鷹市とか八王子市やと75円。となって、それが10枚入りで売られるから、だいたい800円とか750円ぐらいするんよね。高いな。結構高いと思う。例えば、自分が今富山に住んどるんやけど、富山やったら45リットルで10枚200円から300円の値段なんよね。妥当か。だからそう考えると、東京のゴミ袋の値段が、やたら高いなっていうイメージだったんよ。確かにな。2人以上の世帯やと、1ヶ月で10枚ぐらいは出るもんな。ゴミ袋はもちろん使っとったけど、それが指定じゃなくて自由に使えたっていうところから、指定でそんな800円もかかるってなったら、23区の人からすれば、たまったもんじゃないなっていう話になってくると思うんやけど。ただ、この有料化を導入するには23区の総意が必要やから、で今のところ、江戸川区とか世田谷区とか17の区で検討されとるけど、反対しとる区もあるから、今すぐに有料化になるとは考えられてないし、そもそも有料化って10年ぐらい前から検討されてるらしいから、またこの話題が出てきたかっていう感じなんやな。確かにな。でもさっきも話したけど、有料化することで、絶対ポイ捨てとか不法投棄って、もしくはコンビニとかスーパーのゴミにわざわざ家庭用ゴミを持ってく人が多くなってくと思うよね。そうやろな。決めつけは良くないけど。しかもさ、東京って公園が多くてさ、その公園にゴミ箱が設置されとったりするんよ。そのあたりにゴミを捨てる人が増えると、そのゴミ箱の設置自体が見直される可能性もあるわな。確かにな。不便になるよな。全国的にはやっぱりでも、こういう有料化っていうのが、結構されとる地域が多くて、だからゆくゆくはやっぱり東京23区もしてかなあかんっていう流れになるんじゃない？そうやな。6割、7割ぐらいがもう有料化されとるんやな。らしいね。だから必要不可欠っていう割り切りって言うとあれやけど、覚悟はしやなあかんのじゃない？ちなみに、国内で一番ゴミ袋の値段が高いのは北海道のえりも町で、45リットルのゴミ袋が1枚200円するらしい。高いな。それは高いわ。10枚2000円ってことやろ。1ヶ月10枚使うとしたら、1ヶ月で2000円、1年で2万4000円。いや、そこまで来たら反対意見も出てくると思うな。どこに住んどるかってだけやからな。その出費が変わる。そうやんな。そもそも自治体によってゴミ袋のそんな金額差をつけるのもどうなんかと思うけどな。国内全部で統一したらいいかなとは思うけどな。で、東京とかただでさえ住民税とか高いのにさ、ゴミ袋まで高く取られとったら、実際千秋さん東京23区に住んどるわけやけどさ、これは影響出てくるんじゃない？そうやな。個人的にはそれは不便になるから反対したいけど、やむをやんのかなと思う部分もあるかな。俺が東京に住んどる理由の一つでもあるっちゃあるからな、これ。ゴミ袋が今無料で使える。自由で捨てれるってのは。そうそう。で、ゴミ袋も指定じゃないから、ほんと自由なんよ。その出すタイミングとかは決まっとるけど、でも、東京に住む前に金沢に住んどって、金沢は45リットルで1枚45円。だから1リットルあたり1円やったんやけど、高いなと思っとったな。だからできるだけゴミの
体積を減らすために、もう頑張っとったな、結構。こういう有料化になることで、ゴミを作らん意識を持つようになるのはいいことかもしれんな、でも。東京都民の。そうやな。確かに、東京に住んどると無料やからあんまり気にせずに、バンバン捨ててっとるっていうのはあるな。昔もさ、昔っていうほどあれやけど、レジ袋が有料化になったやんか。スーパーのレジ袋とか、まあコンビニもか。うん。だからその時も最初は抵抗あったけど、そういうもんやって思ったらさ、手提げとかマイバッグとか持ってさ、買い物する主婦とかがめちゃ多くなったんよ。確かにな。レジ袋買う人結構少ないもんな。うん、そう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 。まあ、主婦なんて大体もうマイバッグ持っとるもんな。持っとる。マイバッグ、マイカゴ。レジ袋有料化はな、悪い面ばっかでもないけどな。なんかレジ袋を単体で買えるから。ああ、確かにな。割と、役立っとるけどな、俺は。たまに袋だけ欲しい時あるんよ。ああ、わかる。だから3円とか5円とかでレジ袋だけをたまに買うから、それができるようになったのは。まあその東京の最終処分場が50年で満杯になるって言われとんのやけど、その最終処分場っていうのが東京には1個しかなくて、それがその新海面処分場っていう処分場なんやけど、これも A から G までブロックが分かれとって、で、1998年にゴミのその最終処分が始まって、A ブロックはもう終了しとんのよな、満杯になっとって、今 B ブロックにゴミが捨てられとると。で、なんか最初は30年で寿命が来るって言われとったんやけど、プラスチックのリサイクルとか、焼却灰のスラグ化っていう高温で熱して、それを冷却して固めたりして、そのゴミの容積を減らす取り組みがなされることで50年に増えたん。そうやんな。確かに俺もこのニュース見たときに、逆に東京の人数のゴミがあと50年持つんやなっていう思って、どんだけ広いんやって。また結構持つやんっていう。そう。って思って。技術の進歩を感じるような。最初30年って言われとったんが50年伸びとるわけやからな。ちなみにその最終処分場は使い終わった後に、今でいうお台場とか有明の埋め立て地みたいな感じで、公園とかビル街とかに転用されるっていう構想があるって。あ、そうなんや。もちろんそのままにするつもりはないけど、ただこの新海面処分場が使い終わった後に、次どこでまた最終処分をするかっていうのは決まってない。決まってない。あ、そうなんや。だからまあこの50年の間に新しい最終処分場を作らないといけない。っていう問題が出てくるんやね。っていうこと。あと、この有料化反対しとる意見の中には、そもそもこのゴミの処理の負担を消費者に負担させるのはおかしいっていう意見もあるんや。はい。小売店とか生産者側に負担させるべきじゃないかっていう。結局ゴミ作っとんのは生産者側やからな。まあ確かに。でもそんなこと言ったら、その生産者側で多分コスト上がって、また物価高くなるで。でもさ、なんか過剰に包装されとったりもするやん、ものが。はい。だからなんかそっちの包装を簡易化するとか、魚の奴隷をもっと薄くするとか、なんかそっちの方向に進んだらいいんじゃないかなと思うけどな。値段を高くするばっかよりは。っていうまあ意見もあれば、まあ実質的にはこれ有料化したら増税やんな。まあそうやな。結局は。もうだってさ、散々増税してきとんのやからさ、そこでゴミ袋をまた有料化するのも変っていうか。まあ確かにな。どこまで増税するんやっていう意見もあるわな。増税してきた分で賄えよっていうのもすごいわかるわ。でもこうやって今回こう大々的にこういうニュースにもなったから、まあやるんやろうな、多分有料化は。ほぼほぼ決定やと思うで。まあそうやな。時代の流れ的にも増税っていう案が出たら、その検討が止まることはないからな。そうやな。困るのはやっぱ集合住宅じゃないかな。住んどるマンションによってはさ、なんかゴミ捨て場が施錠されてなくてさ、普通に誰でも外から捨てれるようになっとったりするからさ。そうやな。地方やったら多いよ。てかそればっかじゃないかな。有料ゴミ袋じゃないと回収されやんってなったら、なんか他からどんどん捨てられそうやな、そういうところに。自分家じゃなけりゃいいやっていう。そういうのもありそうやな。だからそういうプライベートなゴミ捨て場がないマンションの住民はすごい迷惑すると思うわ。有料化になったら。確かにな。そうなんよね。結構こういう話になった時に結構東京都民の民度を試されるちょっと声も上がっとってさ。家庭ゴミ有料化の検討ぐらいでガタガタ騒ぐ東京都民って何なんだ。金持ってるくせにせこい奴らだとか、税金で市民サービスが何でも賄えると思う情弱ばかりかとか言われとんで、東京都民。いや、ほんまなんか自分が住んでないからって言いたい放題やな。そう、ゴミ、わんさか積んだワンボックスやトラックで近隣の神奈川、千葉、埼玉の山奥にわざわざ捨てに来るだろうなとか言われとる。そこまでするやつはゴミ袋買うやろ。東京都民がな、便乗して、
ひがみかわからんけど、結構バカにされとるぞ。いや、そんなこと公共サービス何でも無料で賄えると思うなっていうのも、なんか見当違いやろ。そんなこと言ったら、道路とかさ、いろんな中に信号とかそういうのを無料でな、うん。まあそうやな。やられとんのやから。何でも噛みつきたいやつなんやろ。てか東京に住んどるっていうやつらを避難しとる地方のやつらかもしれんし。東京はだって住民税の税収も多いんやし、そこはあまりある財源によって、まあ別に余ってはないかもしれんけど、そこから費用を捻出して、生活に直結するからな、ゴミ袋の有料化なんて。確かに。まあ絶対出てくるもん。排出されるからな。ゴミなんて。生きとる上で。絶対。そうやな。ただ、その無料の状態やと、ゴミをいっぱい捨てる人とも捨てやん人も同じやから、料金が。確かにな。所得が少なくて税金をあんま払ってない人でもゴミをいっぱい出せば、そんだけ公共サービスを利用してることになるから、不公平っちゃ不公平やんな。まあそうやな。独身でも5人家族でも一緒のね、どんだけ出しました。だから水道光熱費とかと一緒で、使ったら使った分だけ重量課金で費用が増えるっていうやり方の方が公平っちゃ公平やんな。確かに。よくよく考えれば、まあそっちが普通なんかなと思うけどね、やっぱり。一律無料っていうのは不公平の典型例やからな。確かにな。ただまあこれ有料化するっていうのはその公的なゴミ処理業者がゴミを回収する場合であって、民間業者に委託しとるマンションとか会社とかは関係ないからね。だから、どうなん、もし有料化したらさ、民間業者にゴミの廃棄を委託しておる物件とかは人気が出るかもな。そういうアピールの仕方も出てくるかもな。民間の賃貸とかやと。ああ、確かにな。そういう競争は生まれるかもな。そういうサービスがある方がいいからな。ただ、そういう民間業者に委託しとる分を家賃とかに上乗せすると、家賃が高くなるから、格差は生まれるかもな。高い金を払ってる金持ちはゴミを何ぼでも出しても金変わらんっていう富裕層とのその格差が生まれるな。そこにも。なんか自治体によっては世帯ごとに一定の枚数をゴミ袋を無料で配布しとる自治体もあるんやって。調布市とかも1枚あたり84円でゴミ袋売っとるけど、その世帯ごとに人数に応じて一定枚数を無料で配布しとる。あ、そうなんや。無料配布はすごいな、自治体の。配布枚数を超えた分ゴミを出すんやったらお金取るよっていうことやな。なるほどね。そういう意味では、市民じゃない奴にはゴミ出させやんぞっていうのもあるかもしれんな。ちゃんと住民税を払ってるやつしか、ただでゴミを出させるわけにはいかんっていう。確かにな。でもそういう市があってもいいんじゃない？買いに行くのがめんどくさいわ。出費が増えるっていうことよりも。コンビニとかでさ、薬局とかに買いに行かなあかんやんな。まあ、そうやな。手間とかも考えたら。今やったらなんか Amazon とかで、なんか50枚入りとかを1回で買って、当分も出したりできるけど。あとまあ大きい袋とかもまあ買えたりするしな。サイズが決まってしまうからな、有料のやつやと。90リットルとかあるからな。回数少なくして、もう一気に捨てる方式でいいんじゃない？ゴミを作らん努力をしてかなあかんのは大変やけん。ペットボトル潰したりとか、そういう努力をするようになるやろうな。結構変わってくるからな。個人的には反対やけど、今まで住んどったところで有料のところもあったから、有料化になれば甘んじて受け入れますよ、俺は。ちなみにな、生まれの津市はまだ無料らしいから、もしそれに耐えれんくだったら、戻ってやり直してもいいんじゃない？地元に戻ってな。地元に戻って。いや、結構、そのゴミ袋が有料か無料かで住む場所を決める人おると思うけどな、俺。そうやな、北海道ぐらいちょっと高かったら考えるな、さすがに。今は別に俺は300円とかのレベルやから、あれやけど。そんな強いられるんやったらちょっと考えようやわ。それぐらいやっぱ金沢に住んどった時はめんどくさかったから、ゴミ袋を買ったり、それに入れて出すとかな。とにかく東京都民の人は今後大変になるかもしれんけど、甘んじて受け入れんと。そうやな、東京に住む以上はな、東京の恩恵を受けることもできるわけやから、悪い部分も受け入れていかなあかんなっていうことやな。そんな感じで、今日は23区で家庭ゴミ有料化が検討されているという話をしてみました。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新しているので読んでくれたら嬉しいです。